日用品が、15% オフになった瞬間にですね、ええ。スマホの中の AI があなたの代わりに勝手に決済まで終わらせてくれる。すごい時代ですよね。そうなんですよ。でもその一方で、最先端の AI 企業が、倫理的な理由から、なんと大統領によって連邦政府機関での利用を停止されるというニュースもあるんです。はい、まさに激動ですね。今、AI の世界で、信じられないほど巨大で政治的な動きと、それとは全く逆の、ある静かな革命が同時に起きているのをご存知ですか？この2つの反する動きは本当に興味深いです。今回の徹底探求では、AI 関連の最新 YouTube ニュース、国立国会図書館の開発者ブログ、キータの技術解説記事、さらには研究発表のトランスクリプトといった資料の束からですね、現在 AI の世界で起きている2つの反する最前線に迫っていきます。ええ。一方は AI の巨大化と政治化、そしてもう一方はローカル化と民主化という全く逆のベクトルの動きですよね。今日はこの両極端な事象を比較することで、私たちが今後、知識やデータとどう付き合っていくべきかが見えてくるはずです。よし、これらを一つずつ紐解いていきましょう。まずは巨大化するクラウド AI の最前線についてです。情報源のニュースを見ると、私たちの日常が根底から潤るような進化が起きていますよね。そうですね。例えば Google のジェミニによるスマートフォン操作の自動化なんかは象徴的です。アメリカと韓国で開始された機能ですね。配車の手配とか日用品の決済などを AI がユーザーの代わりに自動でやってくれるという。ええ、画面の裏側で優秀な秘書が常に待機していて、必要なアプリをまたいで操作してくれるような感覚ですよね。すごいですよね。さらに Amazon でも指定した価格になったら自動で注文してくれる AI 機能が登場しました。はい、15% オフになったら買うと指示しておけば、AI が24時間監視して決済まで完了してくれるんです。もうお財布の紐が AI に握られる時代ですよ。あれなんか届いたけど、先週 AI に頼んでおいたやつかみたいなことが日常になるわけですよね。そうなるでしょうね。ただ、こうした生活の便利さの裏側で、同じテクノロジーが世界を揺るがすような次元のニュースにもなっています。そう、そこなんです。オープン AI がアメリカ国防総省の機密システムでの利用合意を発表して、さらにソフトバンクから約4兆7000億円もの追加出資を受けることになりました。4兆円超えですか。桁違いですね。ええ。一方で、アメリカのトランプ大統領は AI 開発企業アンスロピックの製品を連邦政府機関で使用することを停止するよう指示しました。アンスロピックが倫理的な観点から軍事利用制限の撤廃を拒否したことが発端だと報じられていますね。ここでリスナーのあなたに絶対に明確にお伝えしておきたいことがあります。とても重要なポイントですね。私たちはいかなる政治的な見解も支持していません。我々はどちらの立場にも立たず、元資料に記載されている事実とその議論の構造をそのままお伝えしています。完全に中立な報道に徹しているということだけはご理解ください。はい。純粋な事実として、テクノロジーが単なる便利な道具の枠を完全に超え、国家のパワーバランスを左右するインフラになりつつあるということですよね。そうなんです。私たちが Amazon で買い物を自動化させているのと同じ AI テクノロジーが今や国家の安全保障や大統領の権限と直接ぶつかり合う次元に到達している。ええ。これって例えるなら巨大テック企業の AI は巨大で高価の公共交通機関のようなものですよね。なるほど。公共交通機関ですか。はい。乗っていればものすごく速くて便利なんですが、ルートは自分では決められないし、今回のように政治的なストライキや国家の思惑に巻き込まれて、突然本日は運行停止ですとなるリスクを常に抱えているわけです。ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。便利さと引き換えに、私たちはどこまで自分のデータや判断を外部に委ねていいのかという問題です。本当にそうですね。クラウドベースの巨大 AI に全ての処理や情報を依存するということは、機密情報や個人のライフログを常に海の向こうのサーバーに送り続けることを意味します。当然ながらそこには深刻なプライバシーとセキュリティの懸念が伴うわけです。まさにそこです。いつルールが変わるかわからない巨大なクラウド AI に全てを預けるのはやっぱり怖いですよ。ええ。そしてここからが今回の徹底探求のもう一つの極、AI の民主化の物語につながります。はい。ここからがまた面白い展開ですよね。クラウドの巨大 AI とは真逆のアプローチとして、
日本の国立国会図書館、いわゆる NDL が NDL-OCR ライトというツールを無料公開しました。これが信じられないほど画期的なんです。最も驚くべきはその動作環境です。現代の高性能な AI を動かすには、通常 NVIDIA 製の高価な GPU、つまり何十万円もするような強力なグラフィックボードが必要ですよね。はい。個人で買うにはハードルが高いです。しかしこの NDL-OCR ライトは、一般的なノートパソコンに搭載されている普通の CPU だけでサクサク動くんです。CPU だけでですか？ええ。画像1枚あたりわずか 1.24 秒から 1.49 秒という非常に高速なスピードでテキスト化を完了させます。しかもインターネットにつなぐ必要がありません。ネットなしで動くってことは？完全にオフラインのローカル環境で処理が完結するため、外部のサーバーへ情報が漏洩するリスクが物理的にゼロなんです。ちょっと待ってください。確かにオフラインで動くのは安心ですけど、OCR、つまり画像から文字を読み取る技術自体は昔からありますよね。ええ、ありますね。今ならスマホのカメラを向けるだけで文字はコピーできますし、なぜ一国の国立図書館がわざわざ作ったものがそんなに革命的なんですか？ここで非常に興味深いのは、AI を賢くするための圧倒的な学習データの質と量なんです。学習データですか？はい。一般的な OCR は、現代の綺麗な横書きの書類を読むために作られていますが、国会図書館は、自らが所蔵する247万点、実に約2億2300万画素にも及ぶ活字のデジタル化資料をテキスト化するという壮大な目的のためにこの AI を鍛え上げました。200万冊以上の蔵書を教科書にしたってことですね。そうです。開発の際、外部の業者に対してとんでもなく厳しい品質水準を要求したんですよ。他社の既存の OCR ソフトのいいとこ取りをした最高値、あるいは中央値を超える性能を出さなければ納品と認めないと。うわぁ、妥協を許さないスパルタ教育で限界まで鍛え上げられた AI というわけですね。ええ。だからそこら辺のアプリとは基礎体力が違うんです。その結果どうなったか。Google のジェミニーなどの海外製巨大 AI が極めて苦手とする縦書きや新聞のような複雑な段組み、そして何より戦前の古い書記などに使われている複雑な旧字体に対して他を圧倒する認識精度を誇るようになりました。古い日本の本に特化しているから強いんですね。さらに面白いことに、古い日本の本を読むために鍛えられたはずなのに、実験的な枠組みでは、アメリカ内国歳入庁 IRS の EIN 書類のような英語の文書や、現代人が書いた手書き文字の読み取りにも対応しているんです。へえ、古い日本の複雑なレイアウトを解読できるなら、英語の書類や手書き文字なんて朝飯前だというポテンシャルの高さですね。そういうことになりますね。ただ、昔の日本の資料といえば活字だけじゃありませんよね。筆で達筆に書かれた文字、いわゆる崩し字はどうなんでしょうか。私なんて美術館に行ってもあれは文字じゃなくて模様にしか見えないんですが。もちろん、そこにも驚くべき対応策があります。江戸時代以前の筆書きである崩し字や、中国大陸から伝わった漢石に特化したバリエーションとして NDL 古典石 OCR ライトというものが同時に存在しているんです。崩し字専用の AI もあるんですか？こちらはみんなで本校という市民参加型のプロジェクトで集められた膨大な人力の解読データを機械学習に利用しているんです。トラック OR モデルという画像の特徴を直接文字に変換する最新の仕組みを採用しているんです。ここからが本当に面白いところなんですが、崩し字の解読って私たちが普段英語を日本語に翻訳するような単に文字を一つずつ置き換えていく作業とは違うんですよね。全く違いますね。
資料を読むと、まるで視覚的なパズルを解くようなものだと。流れるような筆の運びの中で、どの線がどの文字につながっているのか、人間が目で追って文脈から解釈するように、AI がその複雑なパズルを解き明かしているんですよね。非常に的確な表現です。流れるような筆文字は、文字と文字の境界線が曖昧ですからね。それを可能にしているのが、このツールに搭載されている読み順推定モデルです。読み順ですか？はい。単にあ、や、いという文字を認識するだけでなく、出力される XML ファイルというデータ形式の中には、各行の文字が画像のどこにあるかを示す X 座標、Y 座標といった空間的な座標情報が全て含まれているんです。文字の座標までマッピングしてるんですか？ええ。この位置情報をもとに、古典的特有の縦横無尽な複雑なレイアウトであっても、人間が目で追って読む際の正しい順番に並び替えてくれる仕組みになっているんです。研究発表のトランスクリプトを読んでいて、すごくワクワクするアハ体験の具体例がありましたよね。ああ、あのデモのことですね。はい。何百年も前の錦絵とか、献立表の画像を読み込ませて、伊勢外美というキーワードで検索するデモです。これまでなら、ただの古い絵の画像データでしかなかったものが、AI を通した瞬間に、あ、ここに伊勢外美って書いてありますよって一瞬で見つけ出せるようになる。これって閉ざされていた歴史の扉をこじ開けたような、すごい感動がありませんか？まさに沈黙していた画像が自由に検索可能な知識へと生まれ変わる瞬間ですね。では、この強力なツールをリスナーのあなたが明日からどう生活や仕事の実践に活かせるか、具体的に見ていきましょぜひ知りたいです。でも、こういう国の機関が作った最先端の AI ツールって、黒い画面にプログラミング言語をカタカタ打ち込まないと使えないようなエンジニア向けのものなんじゃないですか？私の普通のノート PC でも本当に使えるんですか？う。そこが素晴らしいところなんです。デスクトップ版は Windows、Mac、Linux のすべてに対応していて、私たちが普段使っているアプリと同じように分かりやすい画面、いわゆる GUI が用意されています。おお、普通のアプリみたいに使えるんですね。ええ、すべてマウス操作だけで完結するんです。例えば、画面上に表示されている文字を直接抜き出すキャプチャーモードや、画像の中の特定の場所だけを青い枠で囲んでテキスト化するクロップ&OCR といった機能があり、直感的に使えます。へえ、画面の一部を枠で囲むだけで一瞬で文字にしてくれるんですね。それなら私にもできそうです。はい。ただ、キータの技術解説記事に実際に使う上での重要な注意点がありました。数十枚、数百枚の画像をまとめて処理するフォルダ一括処理を行う場合です。何か落とし穴があるんですか？お使いのパソコンのメモリが 16GB 程度の場合、一度に大量のファイルを読み込ませると、メモリの容量をオーバーしてエラーで停止する可能性があるんです。なるほど。そのため、30枚程度ずつ小分けにしてフォルダーに入れ処理させるのが安定して動かすコツだと紹介されていました。16GB のメモリなら1回につき30枚ずつですね。リスナーの皆さんもここメモしておいてくださいね。ええ。あと、より高度に自動化したい人向けに Python や Docker での実行環境も用意されているとありました。これってどういうメリットがあるんですか？ GUI で一つ一つマウスでクリックするのではなく、例えば毎日決まった時間に特定のフォルダに入った1万枚の画像を自動でテキスト化して会社のデータベースに流し込むといったプログラムによる完全な自動化システムを組むことができるんです。なるほど。用途に合わせて初心者からプロのエンジニアまで幅広く使える設計になっているんですね。そういうことです。さらにパソコンを開かなくてもスマホからサクッと使えるウェブ版があるのも嬉しいですよね。ええ。iOS 版サファリなどのスマートフォンのブラウザで動作するウェブ版も公開されています。ここでも開発者の並々ならぬ工夫がありまして。工夫ですか？はい。スマホはパソコンに比べてメモリの制限が非常に厳しいんです。普通ならスマホの性能が低いから動かないと諦めるところですが、ええ。開発陣は複数の作業を同時に行うマルチスレッド処理をあえて制限して、スマホの狭いメモリの範囲内で少しずつ確実に処理させるという逆転の発想で調整を行い、モバイル環境での動作をクリアしたそうです。すごい執念ですね。つまりこれは全体としてどういう意味を持つんでしょうか？と言いますと、これまで例えば機密性の高い仕事の PDF 資料とか、家庭の押し入れに眠る古い先祖の手紙、
それに個人の手書きの領収書や日記なんて、いくら便利でも外部の巨大なクラウド AI には絶対に読ませたくないプライベートな情報でしたよね。その通りです。でも、このツールを使えば、自分のパソコンの中だけで完全に安全に、しかも TXT、JSON、XML、さらには TEI 形式といった多彩なフォーマットで爆速でテキスト化できる。これってものすごい価値ですよね。おっしゃる通りです。そしてここでお伝えしておきたいのは、単なるテキストメモの TXT 形式だけでなく、JSON や XML といった形式で出力できる意味です。どういう意味があるんですか？これらは AI やデータベースが直接読み込んで高度な分析ができる構造化されたデータ形式なんです。つまり、ただ文字を書き起こすだけでなく、一瞬でプログラムで自在に扱える知識データベースに変換しているわけです。なるほど。これをより大きな視点、全体像に結びつけると、画像データをこれらの形式でテキスト化することで、初めて高度な分析が可能になるということが言えます。高度な分析というと、具体的にはどんなことができるんでしょうか？わかりやすい例として、NDL 自身が提供している NDL エヌグラムビューアーというツールがあります。シンプルに言うと、言葉の歴史やトレンドを可視化するツールですね。トレンドの可視化ですか？例えば、平、何かの文字、盛りというキーワードで検索すると、平忠盛や平清盛といった言葉が日本の出版の歴史の中で年代ごとにどれくらいの頻度で出現したかを一瞬でグラフ化してくれるんです。へー。テキストデータとして蓄積されることで、今まで人間が一生かけた本をめくってもわからなかったようなパターンの発見が一瞬でできるようになる。個人の知の探求がこれほどまでに加速するんです。なるほど。最初にお話ししたGoogle や Amazon、そして防衛省が絡むような何兆円ものの資本が動く巨大なクラウド AI が世界中のデータを飲み込んで政治的な力を持っていく。その一方で、私たちの手元には普通のノート PC やスマホでひっそりと、でも確実に動く国会図書館のオープンソース AI がある。個人のプライバシーを守りながら、歴史の謎まで解き明かせるツールです。今の AI のエコシステムって本当に両極端で多様性があって面白いですね。そうですね。巨大なクラウド AI の圧倒的な利便性とローカル AI の安全性と自由。用途に合わせて適切なツールを使い分けるリテラシーが、これからの時代はより一層まとめられるでしょうね。では最後に、リスナーのあなたに少し挑発的な問いを投げかけたいと思います。国立国会図書館は200万冊以上という人類の歴史の蓄積をスマートフォンで動く小さなアプリの力で解き明かそうとしています。では、もしあなた自身の生涯にわたるメモ、日記、仕事の資料、手書きの手紙など、あなたの人生のすべての記録を学習し、完全にインターネットから切り離されたオフライン環境で動作するあなただけの個人的な AI 図書館を持てるようになったらどうでしょう？興味深いですね。あなたは自分の過去の膨大なデータからどんな新しい発見や自分の癖を検索してみたいですか？それは自分自身を深く理解するための究極の検索エンジンになるかもしれませんね。過去の自分との対話からとんでもないアハー体験が生まれるかもしれませんよ。さて、今回の徹底探求はここまでです。最後まで一緒に深掘りしていただきありがとうございました。次回もまたあなたの好奇心を強烈に刺激するトピックを用意してお待ちしています。